一緒に育ててもらっているのか？鳥の巣のヒナたちに混じって猫が。シンプルに合成じゃないかと思う私はロマンがなさすぎるんでしょうか？動画。と思ったら静止画だったでござる。動画だけど中身は2枚の静止画だし、つまりそういうことでしょ。猫がツバメのヒナと同じくらいの顔の大きさだなんてことはないし、こらじゃないかな。世界珍百景。鳥庭にリードをつけて散歩させる男性が目撃される、アメリカ。散歩というか散歩？体力ないと追いつくだけでも大変そうだな。正直、インコがあんなに早く飛んでる姿を初めて見たわら。いい信頼関係がなければこんなことできないだろう。ストレスがかからないいい環境で育ってるのでは？犬ぞり引いてる犬が幸せそうなように、このインコも幸せだろうと思う。ただ事故りそう。私もインコ散歩させてる。肩に乗せてだけど。もっとリードを長くして自転車にしてスピードアップするとか、もうちょっとお互い余裕があるようになりそうだけどダメかしら。ハイブリッド？鳥のような頭部を持った謎の魚が発見される。こういうのが生き残って、このコブが何か生きる上で役に立ってれば、どんどんこういう個体が増えていって新種認定されるんかね。死体がボコンと出ている金魚も、もともとは奇形だったのかもね。天敵に食べられにくいから増えてるとかありそう。飛べない鳥、泳げない魚。それが半魚鳥。ランチュウみたいなもんか、コブダイもこうやって形質が受け継がれたのか。これは、鳥を調教して街に落ちているお札を集めまくる人。もし街で、手渡ししてる途中の札を奪ってきてて、この鳥にやられたりしたらかわいそう。これを実際にやられたというニュースを聞かないので、実行する価値があるかもしれない。鳥が勝手にやったことですと言い逃れもできるし。使わないで秘密の場所に集めておくのが鳥との信頼関係の肝だったりして。日本とは札の価値が違うからね。十数円から千数百円の札なら落ちてても不思議じゃないでしょ。森の幽霊と呼ばれている、飛べない鳥カブーを知っているかい？飛ばない鳥とな。縄張りキープが走った方が有効だったんだろうな。めんどくさくなって飛ばなくなったパターンか。飛べない鳥ではありません。飛ばない鳥です。私は、森の幽霊っていうくらいだから相当不気味なやつだと思っていたけど。実家から出ないわしみたいなもんや。こんなもん1ミリも役に立たんわ。鳥よけシートを剥がし地面に捨てまくるオウム。路上には、騎馬炭によって落とされた鳥よけシートが大量に捨てられた状態となっているではないか。騎馬炭は非常に高い知能を持っているだけでなく、生まれつき好奇心の強い生き物だ。通行人を狙い落とすゲームが始まらないことを祈る。1、2個だけかと思ったら大量で笑う。鳥の知能って人間に対して意地悪に使われるように感じてならない。あれだけの数を落とす労力もすげえわ。騎馬炭ってペットショップですごい値段ついてるよね。いつか反乱が起きると思っていた。鉄槌のごとく降り注ぐ雹に打たれながら卵を守り抜いたミサゴの母鳥。卵が無事でよかったね。母ちゃんお疲れ様。元気で可愛いヒナが生まれますように。量かなりでかいじゃん。鳥って体軽くするために骨の構造が脆いのに大丈夫なんか。怪我してなければいいけど心配だわ。その頃人間の親は子供を車の中に置き去りに。母は強し、愛は強し、心が現れます。一般的な寿命の場合、生きている中で最も長寿な鶏は現在21歳でギネス記録。鳥の寿命は長くて10年と言われるが、アメリカのミシガン州のペットのメンドリ、その名もピーナッツが、なんと20歳を超え、存命中の世界最高齢の鶏に公式認定された。十分な運動と健康的な食事、それに何よりたっぷりの愛情が鶏の長生きの秘訣だそうだ。
抱きしめられるのが大好きな鶏に育ち、名前を呼ばれると答えたり、飼い主の肩に乗って耳をかじったりして甘えるように。そもそも鶏って20年くらいの寿命はあるんじゃなかったっけ？熟成されたお味かしら。なんてね。鳥類の寿命はやっぱり侮れんな。犬化したインコ。みんなご飯よ。飛んで食べに来たりしないんですね。走ってくる姿が可愛い。インコって餌をやる時間って決まってるんか？いつでも食ってるイメージ。速報、ホグワーツから手紙が届く。すげえ。ヘドウィグ。公共料金お支払いの請求書だったらしいよ。仕事した感出てるね賢いなぁ。ホラー感あふれるオウム見つかる。お邪魔します。シャイニングか。かわいいじゃん。ひ親父、やってるって感じじゃない？わら。全然ホラーじゃないよ。インコですら片付けできるというのにお前らと来たら。すご。テンポ良すぎる。うちの片付け手伝ってほしい。断捨離インコ。ひたすら捨ててくれるよわら。封筒を開けてくれるお利口インコ。最後までまっすぐ丁寧にカミカミする姿が尊い。便利なカッターさん。早く回収しないとこうなっちゃうみたいです。ああ、中身までいっちゃってる。まあ、そうなるよね。ゴミはゴミ箱に、コインは貯金箱に入れてくれる文鳥。すっげえ。自分でゲージ開けて出てくるのはまだわかるけど、なんで帰った後、扉自分で閉めてんの？賢すぎん。行動が素早いので若干切れ気味に見える。散らかしてんじゃねえよ。もう明賀にしか見えない。明賀そっくりの鳥よしごい。こいつ何か色々おかしいぞ。いろんなパーツ適当に組み立てた雑な感じがいいね。足の太さちょっと変。なんか笑った。明賀の画像見て大体鳥ってこんな形してるだろと思ったら、思ってたより明賀だった。その鳥の画像こらだよって言われたら信じちゃうと思うわ。足長えって思ったら首も長え。そしてちょっと気持ち悪い。伸ばしてる首が限りなく細いっす。マジいいキャラしてますよしごいさん。期待してたほど似てなかった。巨大な黒い塊が突然地面に落下。鳥の大群が謎の行動で大量死。ただの集団心理だろ。空にいる大量の群れが急激に方向を変えるとかよくあるでしょ。地上近くでやったら激突する。原因はどうあれ、これだけ大量の生き物が一度に死んだ映像だと思うと怖い。すごい大きな群れだね。ムクドリの群れとかよく空でうねうね動いてるもんな。高さと向きが違うだけで同じ動きだよね。鳥が突然の集団激突。なんかの映画の冒頭で見たことあるようなデジャブを感じる。秘宝、カラスさん、人間を舐め切った姿で見つかる。カラスって文字理解してるらしいな。あいつらいろんな鳴き声使って会話してるよな。鳥のくせに頭でけえ。油断しとると目玉疲れるで。鳩も煽っている。無能。鳩もアホだな。逆に私は毛虫です。鳥のヒナとかじゃありません。毒毛虫になりすます灰色モンキタイランチョウのヒナ。捕食者、毛虫じゃん食ったろ。灰色モンキタイランチョウ、ヒナの時が人生のピークでした。他人の視線という天敵から守るために俺の頭もふさふさに擬態したいんだけどどうすればいいですかね。カツラなんてヤドカリ方式じゃなくて本物の方向でお願いします。
毛虫に似たヒナが生存しやすくて、突き詰めたらこんなんなったのかな。この鳥のヒナすごいな。本当に毛虫にしか見えない。毛虫苦手だから実際見かけてもヒナとは思わず全力で逃げると思う。文字通りこれ以上ないほどの毛虫だな。足が長すぎる鳥、発見される。確かに長いけどこんな生き物もいるのか。とどぎもを抜かれる感じじゃないな。白鳥とかのちっちゃい版じゃん。足折れてる方が骨格的には普通の姿勢で普段はつま先立ちしてるようなもんらしいな。一緒に走るよ、スタタターン。水面をシンクロしながら爆走する鳥、カイツブリ。水上最速の走り屋か。これは笑う。これ最初は外敵から逃げるために進化したんかな？まさか求愛活動だけのために水上走行ができるようになったわけじゃないよな？実際その通り。オスの持久力と協調性同調性をテストしてる。値についてこれんのかい？のろまな男に用はないよう字で言ってるわけです。たた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 。100個。この鳥大好き。見事なシンクロ、水上を走れる能力、すごすぎ。完コピですやん。赤ちゃんの鳴き声の再現度で音真似する鳥、コトドリ。赤ん坊の鳴き声で人間をおびき寄せて。というホラーな連想をしてしまった。訓練した技術ではなく本能で勝手にやってるのがまたすごいというか不思議というか直接見て聞いてみたい。真似する音によっては他の獣が逃げていくんじゃ。人間がいると思ったら逃げてく動物多いし、案外危険な動物に対する警告目的だったりして。コトドリは可愛いけどこの声は正直怖い。なぜ赤ん坊の鳴き声ってこんなに不気味に聞こえるんだろう。ジャズやロックなど複数の音が同時になっている音源を聞かせたらどこまで再現できるんだろう。